皆さんこんにちは、みさとです。ここは大阪環状線の鶴橋駅です。夜に訪れると焼肉の食欲がそそる匂いが充満しているこの駅も早朝の今はごく普通です。さて今、緑の券売機で購入しているのは青春18切符。ちなみに青春18切符とは JR 全線の普通列車の自由席が1日乗り放題で1枚で5日分ある切符だと思ってください。1人で使っても1枚でグループで使っても OK で1枚が12,050円という格安な特々切符です。ということで今回は青春18切符で城崎温泉に日帰りで行ってみます。まずは改札口で今日の改札日付印を押していただきます。11日で押してますんでね。ありがとうございます。スタートの鶴橋駅、案内板に出ている電車を1本見送って、鶴橋駅発6時27分発の大阪環状線内回り電車に乗ります。鶴橋から大阪駅までは15分で6時42分着。予定より早めに来れたので1本早い福知山線の6時47分発難波寺快速福知山行きに乗車。車内は立ち客が数名いる程度の混み具合で大阪駅を発車。ちょうど夜明けの時間帯で外も明るくなってきました。尼崎駅を出て JR 神戸線から JR 宝塚線に入ります。北伊丹を出て稲川沿いを走るあたりです。宝塚駅の前後から立ち客がさらに増えました。半分橋の上、半分トンネル内の竹田尾駅を通過中。こうして座れたのは三田駅を過ぎてから。こちらは三田から3つ目の駅の相本駅です。前回の大回り乗車では乗り換えた笹山口駅。今回は福知山まで直通なので降りません。貝原駅では駅弁の上りが立っていました。この駅では通勤客が目立って多く下車されていました。貝原の次の磯尾駅では5分停車して反対列車と行き違い待ち。丹波武田駅でも3分停車して新大阪行き特急コウノトリ8号と行き違い待ち。こうして大阪から2時間と10分で福知山駅に到着。さて、この駅での乗り換え時間は1時間15分もあります。どうやってこの長い時間を過ごそうかと思いましたが、福知山駅到着前に見えた福知山城が徒歩17分ほどの距離らしいので行くことにしました。Google マップのナビに従って歩いて福知山市役所付近でお城はこんな感じに見えました。もう少し歩くとお城の入り口に到着。明智光秀が建てたお城として知られる福知山城。小高い場所にあり、市内を一望できます。1時間ちょっとの乗り換え時間なので、天守の中には入っていませんが、途中下車して訪問した満足感がありますね。さて、駅に戻って18切符の旅を続けます。次は10時12分発の城崎温泉行き、普通列車だけ利用の旅ですが、今回の大阪からの乗り継ぎでは、1回だけの乗り換えで城崎温泉まで行きます。ということで、城崎温泉行きが入線してきました。国鉄型の113系電車です。この懐かしい電車で城崎温泉まで1時間20分の旅を楽しみます。10時12分福知山駅を発車。発車して間もなくの直線で当時の国鉄型電車の特徴の MT54 型モーターの爆音ぶりを発揮します。車窓の方は由良川の支流の牧川を遡って行きます。福知山から2つ目の下薬野駅で4分停車し、特急コウノトリ12号と行き違い待ち。福知山から京都府に足を踏み入れていましたが、柳瀬駅から兵庫県に戻ります。和田山駅では赤い万端線のディーゼルカーがいました。並走する河川は城崎温泉までずっと丸山川になります。八日駅で3分停車して特急城崎12号と待ち合わせ。城崎温泉まであと2駅の豊岡駅には11時21分着。雪の季節の出番を待っているキア143型ラッセル車がいました。次の玄武洞駅では丸山川の対岸に玄武洞公園があります。
ズームして見てみるとこんな感じです。ということで城崎温泉駅に到着。大阪駅から4時間45分で着きました。さて、城崎温泉に来たからにはやっぱり温泉です。駅前の観光案内所で城崎温泉そぞろ歩きマップをいただけます。温泉の営業日や営業時間も書かれているので、これを参考に温泉へ向かいます。この地蔵湯橋からの風景がいかにも城崎らしいですね。足の上で振り向くと鳥取行きの列車が出発するところでした。さて、今回向かった外湯は御所の湯。南北朝時代の歴史物語益鏡に後堀川天皇の姉の安華門院が入湯されたとあるので、この湯は御所の湯と呼ばれているそうです。料金は大人800円。御所の湯というだけあって中もこんな雰囲気。湯船はほとんどが露天風呂で、ちょうど赤く色づいたもみじがひらひらと舞い落ちてきて風情がありましたね。温泉でリフレッシュした後、次はお昼を食べに行きます。いろいろ歩いて入ったお店は、お化粧鮮魚の海中園さん。1階が魚屋さんで、2階がお食事処になっています。オーダーしたのは海鮮丼の海。11種の魚介類がたっぷり入っていて、中には冬の今が旬のカニも入っています。お腹も大満足でした。とても美味しかったですよ。ごちそうさまでした。この後、お土産などを買った後、駅に戻って帰路に着きます。城崎温泉14時42分発の福知山行き普通列車。今回は城崎温泉の滞在時間は3時間少々でした。終電頃までに帰宅できたら良いならもっと滞在できますが、何かと時間の制約があるので今日はもう帰ります。城崎温泉の次の玄武洞駅で4分停車。反対列車の特急コウノトリ9号と行き違い待ち。次の豊岡駅到着時に反対列車の霞駅特急浜風3号も到着。豊岡から15分ほど経過したあたりで、江原駅と八日駅の間にある宿波信号場を通過する様子です。この辺りは単線なのに左側に線路があって、合流するところで安全側線まであるのが見えました。八日駅では6分間停車して、その間に駅前まで出てみました。しばらくすると反対列車の特急城崎7号がやってきて、単線での行き違い待ちということでした。こちらは和田山駅。万丹線の15時50分発の普通寺前行きに観光列車の海山結びが使われていました。和田山の次の柳瀬駅を過ぎて、上り勾配で223系電車のモーターもうなりを上げます。まもなく役のトンネルがあり、ここを抜けると兵庫県から京都府になり、上役の駅に着きます。次の下役の駅では4分停車でしたが、ここは行き違いも特急待避もなく発車。福知山の一つ手前の上川口駅は9分停車。少し駅前に出てみました。待っている間に雨が降り出し、行き違いの列車は少し遅れていると運転士さんが教えてくださいました。2、3分ほど遅れて普通列車豊岡行きの姿が見えました。ちなみにこの上川口駅はもう約2年前に思い出があります。同じく上り福知山行きに乗っていましたが、遅れに遅れて未明の午前1時40分過ぎにこの駅に停車していました。おかげで113系の夜行列車に乗った気分にさせてくれたという思い出があります。そんな上川口駅に別れを告げて福知山駅へ向かう途中、これから第二の人生が始まるキハ85を見かけました。ここは京都丹後鉄道の福知山運転士区でよかったでしょうか。こうして福知山に3分遅れの16時27分に到着。
次の列車まで25分ほど時間があるので駅を散策。こちらは JR と京都丹後鉄道との乗り換え改札口。駅南口の電車台と蒸気機関車 C11、40号機を眺めたりした後、そろそろホームに戻ります。ホームには先発の京都行き特急橋立6号がいたり、福知山線経由新大阪行きの特急コウノトリ22号も到着。特急橋立6号が発車後に私の乗る16時52分発京都行きも入ってきました。コウノトリ22号の発車の後に私の乗る列車も発車。列車は京都行きです。午前中立ち寄った福知山城がライトアップされています。舞鶴線との乗り換え駅の綾部駅。夕方5時を過ぎて帰宅ラッシュな時間帯です。綾部から2駅目の立木駅。夕方のラッシュはあっという間に終わり、この駅で5分停車。この間に特急城崎11号、舞鶴9号と行き違いをします。立木駅発車の時点では閑散とした車内。五間駅で3分停車。ここでは福知山行き普通列車と行き違いでした。船岡駅にも5分停車。車内での声が増えましたが、2つ手前の新旧大学前でたくさんの乗車があり、座席があらかた埋まりました。私の隣にも座っておられるので、こういう時は長い停車時間でも動きません。ここでは特急城崎13号と行き違いでした。列車は園部駅に到着。このまま乗っていても京都には行けますが、快速が先発なので乗り換え。ですが、この普通列車は園部で増結するので、ドアが開くまでしばらく待ちます。ドアが開くと皆さん一斉に快速列車へ。向かい合わせになる座席を確保して園部駅を出発です。なお、園部から先は嵯峨野線と呼ばれる区間。複線になり、行き違い待ちもなく京都を目指します。なお、京都が近づくにつれて、車内は立ち客も大勢いる混雑ぶりです。そして18時53分、列車は京都に到着です。京都から先は近鉄を利用するので、今回の青春18切符の旅はここまでです。青春18切符の残りの4日分、また温泉やいろいろと出かける予定です。次回の動画をお楽しみに。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。